飼い主にとって犬は家族の一員です。もし病気になり入院することになったら、愛犬に会えない時間は辛く悲しいものです。早く元気になり愛犬に会いたい。そう思い治療に専念していても、時に退院が叶わず病院で死を迎えることになってしまうこともあります。そんな時の願い、それは最後にもう一度愛犬に会いたい、そう願うのではないでしょうか。アメリカでの話です。ある日激しい頭痛に襲われて病院に運ばれた33歳のライアンさん。検査の結果、脳出血を起こしていたことが判明し、すぐに危篤状態に陥ってしまいました。医師の尽力も虚しく、残された時間はあとわずか。突如起きた悲しい出来事に家族は動揺を隠せない様子でした。ライアンさんがこのような事態に陥ってしまったことをまだ知らない家族がいます。それはライアンさんが愛してやまない最愛の犬、モリーです。一番の大親友を残し、この世を去らなければならないライアンさん。それではあまりにも忍びないと、家族は病院側の協力を得て、モリーとライアンさんを会わせてあげることにしました。致命的な脳室内出血を起こし横たわるライアン・ジェッセンさんと、彼を見つめる愛犬モリー。わずか33歳で最後の時を迎える彼をモリーと一緒に見守る家族。ライアンさんがもう二度と家に帰らないということをモリーに教える時間でもありました。ライアンさんは本当にモリーのことが大好きだったのです。そしてお別れの時間が終わりました。この内容を伝えた姉のミシェルさんの Facebook への投稿は多くの反響がありました。大勢の人々が涙し、ライアンさんとモリーの悲しい別離を惜しみました。ミシェルさんはライアンさんの脳出血の原因について、医師から高血圧によるものと告げられたことや、彼が頻繁に飲んでいたエナジードリンクが影響した可能性があることを伝えました。ミシェルさんは彼らの別離を悲しみ、温かい言葉をかけてくれた人々に感謝の言葉を述べました。モリーを心配する人々の声に、家族のみんなでちゃんと世話をしていると答えています。実はライアンさんは死後、自らの臓器を提供する希望を出していました。そして彼の心臓は移植を望んでいた17歳の少年に渡されることが分かりました。姉のミシェルさんは、ライアンを失うのはとても悲しいが、彼の心臓で少年が元気に生き続けることができたらとても嬉しいと話しています。ライアンさんから受け継がれた心臓で元気になった少年と犬のモリーが出会ったらどうなるのでしょう。不思議な運命を感じ、引きつけられていくのかもしれませんね。続いて、自分の死期を悟ったその女性は夫に、最後にもう一度犬に会わせてほしい。この個室の病室にこっそり連れてきてほしいと伝えました。事実、妻の死は間近に迫っていました。夫は妻の最後の願いを無下にすることはできませんでした。そこで夫はある行動を起こしました。夫は今から6年前にこのような投稿をしました。私の妻は深刻な病を患い、手術の後もしばらく入院していましたが、結局容体が回復することはありませんでした。妻は話すことはできましたが、食べたり飲んだりすることは叶わず、点滴と鎮痛剤に完全に依存していました。もう自分は長くない。そう思ったのでしょう。妻は私に、もう一度ベラに会わせてほしい。病院のこの個室へ何とか連れてきてほしい。と訴えました。それは妻の最後の強い願いでした。そこで私は 23kg ほどあるオーストラリアンシェパードのベラをスーツケースに隠し、病室に忍び込ませようと決意しました。車の中では蓋を開けたままにしてベラをスーツケースに入れ、病院に到着しました。病室に着いたらすぐに開けてあげるからね。ママに会えるよ。
そうベラに言い聞かせて、妻の部屋に犬を入れたスーツケースをこっそり持ち込みました。ベラは部屋にたどり着くまで泣き声一つ上げず、とても静かでした。看護師にスーツケースについて尋ねられたとき、私は妻をより快適にするためのアイテムを持ってきているんですと言いました。私たちが部屋に入ったとき、妻は眠っていました。私がスーツケースを開けると、ベラはすぐにベッドに飛び乗って、妻につながれたチューブを器用に避けて、妻の横に横たわりました。ベラは妻の顔をじっと見つめていました。約20分後、妻が目を覚まし、痛みでうめき声を上げ始めるまで、ベラはずっと静かに横になっていました。目を覚ました妻をベラは舐め始め、低い声を発しました。吠えれば私たちに困難が降りかかることをまるで知っているかのように静かに泣いたのです。妻は1時間近く愛犬を抱きしめ、笑顔を見せていました。妻が再び眠りについた時、私はベラをスーツケースに戻るよう促し、病室を出ました。妻はそれから数日後に亡くなりました。でも私たちの犬はまだ悲しい真実を学んでいません。私がスーツケースを手にすると、ベラはまた妻に会いに病院へ連れて行ってもらえると勘違いし、喜びをあらわにするのです。あまりにも悲しいストーリーのシェアに多くの人々は胸を打たれました。特にベラが飼い主の女性が亡くなってしまった後もスーツケースに反応するという状況が人々の悲しみを誘いました。他にも、やっぱり犬は家族の一員だよ。優しい夫の配慮のおかげで最後に愛犬に別れを言うことができてよかった。お悔やみ申し上げます。奥さんのためにそこまでした旦那さんは素晴らしいと思う。ベラもママに会えて幸せだったと思うな。この投稿を読んで号泣した。ベラとご主人を思いっきりハグしたい。素敵なストーリーをシェアしてくれてありがとう。など、たくさんのコメントが寄せられました。一般的には、病院への犬の同伴は、病院側の特別な配慮と許可がなければ、他の入院患者もいることから認められていません。犬をこっそりと病室に持ち込むことで、他の患者に迷惑をかけることもあります。これに関しては、否定的なコメントも寄せられました。しかし、少なくとも病床で死に直面していた飼い主にとっては、最後に最愛の犬と出会えたことで、ささやかな安らぎと幸せを感じることができたのではないでしょうか。最愛の人の最後の願い。それが大切な家族ともう一度会いたいというなら、会わせてあげたい。その願いを叶えてあげたい。たとえ犬であっても、大切な家族に変わりないのですから。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。